次に開催されるイベントで、賢者加入セットかクォーツセットがもらえるということが発表されましたね。初心者の方なら賢者加入用セットを取ると思いますが、誰を取得したらいいか結構悩みどころですよね。そこで、今回は、初賢者だったり、2人目、3人目に取る場合に、どの賢者を取るのがおすすめかお話ししようと思います。結論から言うと、個人的には、闇のニーヤ、光の凱旋坊が、土の皆無の3人がいいかと思っています。時点で、風のエスタリオラかなという感じの印象です。全員強いですけど、時期と環境的に優先度を決めました。最初に、賢者の性質についてお話ししておくと、サブメンバー、裏にいると発動する効果と、裏からフロント、表に出た時に発動する効果の2つを持っています。凱旋坊ガと皆無は、裏メンバーに配置して強く、エスタリオラは、表メンバーに配置して強く、ニーヤは、裏から表に登場させると強いという中間みたいな性質をしています。それでは、個別におすすめキャラを見ていこうと思います。ニーヤは、裏メンバーにいる時には、主人公が瀕死状態ではない時に、主人公に不死身をつけることができて、裏から表に出てくる時には、味方に自動復活効果を付与することができます。ニーヤ自体は、防御力が高い代わりに、一定期間で戦闘不能になってしまいますが、味方へのサポートが強力です。この中で今回ニーヤをおすすめする一番の理由は、裏から表に出た時の味方への復活効果の付与です。古戦場の 150.200 ヘルでは、敵の攻撃が痛くなることで、味方が落ちて最後までクリアできないこともよくあります。そういう際に、ニーヤを裏に配置しておけば、一人落ちてしまった時に表に出てきて復活効果を付与でき、バトルを長く続けたり安定させることにつながります。古戦場だけじゃなくて、マグナ2とかエニアドでも使えます。短期戦で使うってことは最近少ないですが、主に裏から出してバトルを安定させる要因として強いです。次の古戦場は闇だし、ニーヤから取得するのは悪くないなと思います。続いて凱旋坊ガですが、主に裏に配置するのが強いキャラです。光のキャラの受ける闇属性の火ダメ最大値を1万に固定する効果があって、それが強力です。マグナ2のアバターを中心に、単発の大ダメがあるマルチとかマブ島の敵とかいるので、凱旋坊ガの有無で難易度が変わることが結構あります。古戦場も、闇の次は光が濃厚ですし、取得のタイミングとして悪くないと思います。日課マルチを安定させられるのは大きいので、他の賢者と比べても明確な役割があり、取得の優先度は高めだなという風に思っています。表で使うにも、不死身効果を持って全体カバーができたり、凱旋坊ガがいることでできることが増えたりするので、主にサブメンバーで使って、表に出ても弱くない使い方ができるので、戦力強化としてかなり伸びると思います。皆無も、凱旋坊ガと同様に、裏で強い賢者で、いわゆるハイランダー編成で土を強化することができます。ハイランダーというのは、すべて違う武器を入れた編成のことで、同じ武器を入れられない分、割と武器集めは簡単です。ハイランダー編成にすると、攻撃 20%、防御 50%、ダメ上限 10% アップするので、11本目の武器って言われたりします。皆無を裏に入れるだけで、土属性がぐっと強化されて、安定感や速度が上がるので影響力が強いんですよね。裏に入れることで、各属性のステが強化される重賢者としては、カッツリーラ・ハーゼリーラがいますが、カッツリーラは弱体効果を受けている時に攻撃 30% アップ、ハーゼリーラは経過ターンで攻防アップする形になっていて、効果的に見ても条件的に見ても圧倒的に皆無がいいのがわかると思います。ハーゼリーラも悪くないと思いますが、皆無はやはり短期、長期戦など関わらず使えるし、条件も揃いやすくわかりやすく強くなれるので、早めに取っておくのがおすすめの重賢者だと思います。特に防御アップの効果が強くて、マグナ2のフローと安定等にもつながりやすいのでいいと思います。エスタリオラは表で使うのが強いキャラで、裏に置いておくと、チェンバ時に味方をランダム強化。裏からの登場時には、ターン終了時に味方をランダム強化という感じで、弱くはないですが、有効に使うのは難しいです。なので、強い自動発動アビを活かして、
最初から表に置いておく方が有効に使いやすい賢者になっています。フロントメンバーに強力なキャラが揃っている場合は、風属性の強化の伸び具合がそこまでになってしまうし、属性の底上げという意味では、先ほどの3人には勝てないので、今回は辞典にさせてもらいましたが、キャラとしての性能はかなりいいです。アビを任意には使えませんが、どれも条件を満たすと発動して、ターン終了時、特殊技反応、2打目でダメアビが発動し、それぞれ、ディスペルや回復などを持っています。賢者の中でも、現状フロントメンバーとしてガンガン使う割合が高いのはエスタリオラで、奥義ループのためにハーゼリーラ、アビ軸でロベリアを使うかなって程度です。なので、風のフロントキャラを増やして強化したい、という方向性であれば十分おすすめできるキャラです。残りのキャラについても普通に強いので、最終的には取得していく感じになっていきますが、現在の環境においては、ミーアガイゼンボーが皆無を優先しつつ、エスタリオラが辞典くらいかなという印象です。他のキャラも、さらっと特徴だけ紹介しておくと、カッツリーラは、弱体を操作できる場合の攻撃アップが強く、弱体されてない時には回復を受けられるので悪くないですが、回復量も少なく、弱体状態を維持するのも少し難しいです。ロベリアは、裏から出た時のアビダメ付与が強力で、ダメアビを主軸に戦う場合には、かなり火力源になってくれます。マリア・テレサは、裏で、ディスペル成功時に、ダメ付きの攻防デバフを入れてくれるのがいいですが、使えるシーンが限られているのと、表に出た時のアビの癖が強くて使いにくかったりするのが、ちょい微妙です。ハーゼリーラは、裏での攻防強化と、表に出てのスローと奥義促進など、かなり使い道は多いですが、最大強化まで時間がかかるのと、月の満ち欠けなど、状況が把握しにくいので、初心者には向いてないです。フラウは、裏での弱体延長も地味に強いですが、表に出ての2連ディスペルや回復などダメアビと合わせた展開がいいです。アラナンは、裏での弱体回復が重宝されています。昔は短期戦強かったですけど、最近ちょい微妙ですね。という感じで特徴のあるキャラばかりですが、あえて優先度を決めると、ご紹介した感じになるということです。今回は、初賢者から3人取得程度までということでおすすめをご紹介しましたが、正直、どの賢者も強いので、4人目以降などは、割と自分の状況に応じて取った方がいいと思います。もちろん、推し、属性とか編成とかあると思うので、参考という形で選ぶ一つの手助けになれれば嬉しいです。ということで、今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。